皆さんこんにちは、ガジログです。今回は発表から少し時間が経ってしまいましたけども、懐かしのこのブランド、アイワからスマートウォッチがいよいよ発売されましたので、スペックの方を解説してみたいと思います。もうご存知の方はアイワというとソニーブランドよりも安く、ある程度使いやすいスペックで、昔ですとラジカセとかテレビとかCD プレイヤーとか、様々なデジタル機器が発売されていましたが、いつの間にかアイワ自体がもうなくなってしまっていました。その中でジェネシスという会社がアイワブランドを買い取って新たにデジタル機器もこのように作り始めています。今回はこのスマートウォッチに絞って解説の方を行ってみたいと思います。アイワの公式ページの情報をもとにお届けしたいと思いますが、あまりにも情報が少ないので、ここからマニュアルダウンロードってあるんですが、PDF をダウンロードしてスペックの方をより深く見ていきたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では早速スペックの方を見ていきましょう。まず外観の方を見てみますと、もうパッと見最初の印象で Apple Watch を真似たなというふうに思いました。とにかくこのデジタルクラウンの位置、そしてここのサイドボタンの位置ですね。物理ボタンがついています。そしてこのスクエア型のデザイン。もう完全に Apple Watch を真似てきています。そして特徴としましては IP67 の防水防塵に対応しています。防水性能では7にとどまっていますので、8までは対応していませんので、ある程度の状況であれば申し分なく使うことができます。そして画面のサイズは 1.8 インチになっていますね。これは意外と大きめのサイズになっています。そしてヘルスケア系の機能としては心拍数と心拍変動。これはおそらく心拍数が上がった時、そしてかなり低い時にアラートで教えてくれる機能じゃないかなという気がします。そして血中酸素濃度 SpO2 の測定、そして睡眠モニタリングですね。また20種類以上のスポーツモードにも対応していて、なんとスマートフォン通話ということで Bluetooth とスマートフォンでつないだ上での通話機能も対応しています。ですのでマイクとスピーカーもついているということになると思います。バッテリーの容量がなんと 200mAh ということで、容量としましてはスマートバンドクラスになっていますね。ファーウェイバンド7とかシャオミスマートバンド7とかそのあたりの容量になっていますが、待機時間がなぜか約5日間と非常に短くなっていますね。先ほどのスマートバンド系であればだいたい10日から14日間ぐらいは通常持つんですけども、これはかなり少なめになってますね。ですのでボディのデザインはスマートウォッチなんですが、内容としてはスマートバンドにも及ばない感じになってしまっています。そしてウォッチフェイス、文字盤に関しては数十種類のウォッチフェイスが入っています。でカスタマイズもできますというふうに出ていますね。そしてヘルスケア系は心拍、そして血中酸素濃度のモニタリングが24時間でできるっていうことで、これはいいですよね。夜寝てる時しか血中酸素測らないっていったちょっと古いモデルはそういうのもありますので、これは24時間計測できるのはいいなと思います。そして各インターフェースの名称になっていますが、2番のところはデジタルクラウンですよと。そしてサイドボタンのところはボタンと出ていますね。3番のところはマイクがありますよと出ています。そして背面になりますと、この4つの丸い部分は充電の端子。そして6番のところはセンサーですよと。で7番がスピーカーということで、縦長のスピーカーがサイドについています。ということで、主要な機能を含めましてこれだけしか情報が出ていませんでしたので、さらにこの主要の詳細のところを見ていきたいと思います。先ほどまだ触れていない部分としましては Bluetooth は 5.2 に対応していますね。そしてディスプレイに関しては 1.85 インチのここですね、液晶になっています。最近流行りの AMOLED とかOLED、有機 EL パネルではありませんので、常時表示機能はついていないということになりますね。そしてスピーカー、マイクは内蔵ですよと。そして充電時間ですね、約 1.5 時間ということで通常の充電時間になっています。そして重さは約 57g と出ていますので、これは多分バンドを含めた重さになると思われますが、やや重いのかなという感じがしますね。スマートバンドよりも重く、スマートウォッチよりもやや軽いっていう感じでしょうかね。そしてパッケージの内容ですね、同梱物になりますが、本体の他に充電ケーブル、マグネットの吸着式になっています。そしてリストバンドですね、本体に装着済み。当然ながらこれバンドがついています。そしてスタートガイド、保証書が添付されています。ちなみになんですが、今購入にあたっては、アイワデジタルダイレクトからの購入、もしくはアイワのパートナーとなっている大和棒情報システム株式会社のページからというふうになっていますね。残念ながら Amazon では売っていないので、
気軽にね、購入することがちょっとできないのかなっていう気がします。このあたりね、やっぱり本気でもっと売っていきたいのであれば、Amazon や楽天で販売する方がいいのかなと思います。ではですね、もっとちょっと詳しく知りたいなと思いましたので、このマニュアルの方をダウンロードして細かな仕様を見てみたいと思います。ということでですね、このユーザーマニュアルという形で PDF の方でダウンロードしています。まず出てきましたのが、付属品の充電ケーブルの形状ですね。こういった感じになってますよということで、他社の充電ケーブルと似たようなものになっています。そしてディスプレイのですね、表示の内容ですね。このまず日にちと曜日ですね、1番の部分。そして2番の部分が接続されていますよと出ていますね。そして3番は電池の残量。これできればここに数値があった方がいいのかなと思います。4番は時刻表示、SPO2 の表示もついていますし、そして心拍数の数値も出ていますね。そして歩数、そして現在の天気の情報が出ていますよと出ています。そして気になるね、ワークアウトの部分になりますが、20種類以上対応しているということなんですが、どんなスポーツに対応しているかっていうことが全く出ていないんですね。どういったスポーツが対応しているかは記載しておいてほしかったなと思います。そして電話に関して Bluetooth での通話に対応していますので、スマートウォッチ本体から電話番号を入力して電話することもできるようですし、また相手先の通話履歴からも電話ができるようです。そしてまた登録してある連絡先から選んで通話もできるようですね。そしてその他の機能としては、先ほどお伝えしたように心拍の機能、また睡眠モニタリング、血中酸素の測定、そしてストップウォッチタイマーというふうに順当に機能が入っています。加えてですね、天気の機能ですね。また音楽再生コントロールにも対応しています。音楽保存はできませんので、スマートフォンと連携してある状態でスマホで再生している音楽をコントロールすることができるようです。またメッセージですね、通知やメッセージを表示するといった機能も当然ながらついてますね。またアラームもありますし、呼吸訓練ということでね、マインドフルネスのような機能もついています。またスマートフォンを探すということで、スマートウォッチからスマホを鳴らしてどこにあるかを探ることもできます。そしてそうですね、私個人的に結構気になるのは、ディスプレイの明るさ調整が自動なのかマニュアルなのかということなんですが、ここに輝度と書いてありますけども、特に自動調整に関しては記載していませんので、マニュアルだと思われます。アプリのインターフェースに関しましては、このようになっているようですね。ごく普通のインターフェースだなという感じがしますね。まずは歩数の表示、そして距離、カロリー表示、心拍、スポーツ、履歴ですね。そして血中酸素、睡眠モニタリングという風になっていますが、ストレス表示には対応していません。また、全然先ほどから記載されていないんですが、せっかくついているので、主要な機能の中に書けばいいなと思うんですけども、リモートカメラもついていますね。Bluetooth でシャッターを切るっていう機能がついていますし、また座りすぎアラートですね。1時間ぐらい座っていたらアラートが来ますよといったものですね。そういった機能もしっかりついています。今ですね、サイトオープン記念価格ということで、5800円税込み価格で販売されています。ちなみにこのバンドに関しましては、クイックリリースタイプになっていますので、爪を引っ掛けて外すことができるようになっているのでね、幅がね、同じものであれば、市販のバンドを付け替えることもできそうですね。こういったところはいいですよね。というわけでですね、今回アイワのスマートウォッチ JA2SMW0001 というね、型番みたいな名称のスマートウォッチをご紹介しました。個人的にはアイワというとね、やっぱソニーの子会社だったなという時のイメージがあるので、安くて物がいいという感じがどうしてもあります。気になっていた方にとっては、待望のアイワブランドから発売ということで懐かしさがあるのかなと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。